ルームツアーですね。ホテルのお部屋ご紹介しております。このような書斎がついておりまして、カニさんのオフィスになっておりました。うんうん。はい。本当はダブルで添い寝のはずが、カニさんが交渉してツインのお部屋になりました。アンパッキング、ポール・スミスのポーチ、ポール・スミスの革バッグ、ポール・スミスの靴ですね。で、キティちゃん、アニア、ユニクロアニア。ユニクロアニア、などなど、などなど。うんうん。結構入るんですね。結構入ります。ここが行列のバタフライパイのところだね。そうそうそう、バタフライパイです。もう昼も夜も行列がすごくて、一体何事かと思って覗いてみたらこれを売ってまして、うんうん。ございましたけど。この辺り全く関係のないただの通りすがりの風景ですね。風景ですね。はい。で、ここプラダカフェ？プラダカフェ？プラダのなんかちょっと正式名称は追って調べないと読み方がわからないですね。これもだから WeChat だっけ、うん。WeChat で簡単に予約ができて、まあデポジットを入れて予約してみたいな感じですね。で、プラダのカフェ的なこういうなんか洋館リノベのそういうなんていうのプロジェクトみたいなのでやってるカフェはここ1店舗だけだから、ちょっと何としてでも行きたかったわけですね。とりあえず予約してたのこれだけだもんね。そうです。ノープランです、基本。ノープランです。はい。でこういう素敵ね、食べ物だ。これパネットーネ。びっくりするほど高級なのです。この缶のお金だと思いますね。そうだね。カップケーキみたいなパネットーネが7000円。なんかレストランのフロアもなんか素敵な感じ。アフタヌーンティーを頼んでお茶を入れてくれてますね。これ中国茶ですか？プーアール茶かな。基本中国茶だった気がする。中国茶にしたはず。プーアールだった気がする。生プーアールみたいなのにした気がする。生プーアール。生っていうかローなんかあんまり発酵というか、なんだっけ、乾燥させ、そんなになんか言ってた。ちょっと覚えてないんで調べて。ちょっと忘れたね。忘れた。まあこの器もとても素敵なわけです。そう、かわいいオリジナル。このなんかこのねちょっとかわいい。これすごいですね、これ。玉手箱スタイル。そうそう。くるっと回すと箱がこう飛び出してくる。下で。だいぶ小部屋でしたけどね、それぞれの。そうだね。だいぶ高級なアフタヌーンティーだったよね。これでおいくらに敷き詰められてるものも食べちゃいましたけどね。そうだね。1万円ぐらいでした。入れた方がいいですね、こういうのはね。そうですね。そう、この下のつぶつぶのチョコとか食べて。そう、そのつぶつぶのチョコを結構下が見えるぐらいまで食べて。まあでも雰囲気楽しむみたいな感じですね。完全に雰囲気を楽しみ酔いしれるっていうだけの感じでした。まあ来てる人もなんかおしゃれしちゃってね。いや、ちょっとお金持ちの雰囲気だったよね。はい、街も結構キラキラして、ちょっとポップマート可愛いなって撮っとくかみたいな感じで、まあまた撮ってきたわけですよ。ケアベアとポップアートのコラボ。ここは何ですか？ここは何ですかこれ？これは調べないとわからないですね。通りすがりの。上海だからなんかそういう通りすがりの洋館みたいな。そうでもここねビトンとか入ってて割とこうブランドの入ってるビルだった。
そういう通りすがりの洋館に吸い込まれるように入っていくんですけど、結果何なのかよくわからないまま入ってる。なんせノープランなんで。世界一の、ここを調べたら世界2位でした。世界2位になっちゃったの？そう、ルイ・ヴィトン様の目の前にある、世界2番目の、もう巨大な船が、今、豪華客船が、テント。これもだから突然やってることを知り、突如予約を、で、WeChat でなんかやって入れましたね、これまた。WeChat なんですね、予約も。確か WeChat だった気がするな。まあ、アプリ読み込んで、最終的に WeChat だった気がする。これあれですか、建築家の重松さんが。重松さん？ちょっと具体的なことはよく分かってないのですよ。結局、まあ、日本でやってるの行きそびれたから、なんか中之島高でやってましたよね。大阪ね。そう。だけど行きそびれたから、いいじゃんって思って。なかなか楽しめましたよ。こうなんかだらだらと過去のコレクションを懐かしんでみたり。そう。ちょっとそんな香水の部屋があったり、これあれとのコラボだねなんてこうちょっと過去を思い返すウェス・アンダーソンとの映画のコラボだとかなんかそういうねことを思い出したり。でロボットアームも中国っぽいですね。中国っぽいよね。で、まあ、最後にはお店があるわけですよ、やはり。まあ、この辺が、その辺のちょっと往年のコレクションをちょっとこう懐かしんで見るみたいな、マーク・ジェイコブスの時のだみたいな、このダミエン柄のやつ超懐かしいみたいな、ちょうどフィリップ・グラスの音楽がショーの音楽に使われてたなーなんて思ったりとかね。ここショップですか？ここショップです。はい。なんか混ざってますね。ちょっと混ざってるね。この辺も売ってましたね。ですね。で、お店出て、2階にちょっと登ってみたりなんかしたら、登っていったらカフェがあって、カフェだって思ったけど、ちょっとこう、まあ、結局予約が、これまで一応サイトを見てみて予約取れるのか見たらもう全然先まで予約が埋まってて全く取れる気がなしでしたね。奥にちらっとなんかそれそう、これがカフェなんだ。そう。だけど全く予約は取れない感じでしたよ。入れないねって言って、これはエスカレーターを降りていくんですけど、まあすんごいなんか路上で写真勝手に撮ってくれて写真を売りつけるサービス多発でしたよ。あの船の周りはもうそうだね。なるほど。iPad チームがたくさんわさわさいましたので。なるほど。小籠包頼みすぎの小籠包。これね、小籠包小さいしとか思ったらなんかものすごい量出てきて本当に食べきれなくて胃がムカムカしてましたね、ずっと。で、これはフラワーアーティストの東さんの展覧会がやってるということでちょっとこう覗いてみた感じですね。とても素敵だった。贅沢な。ギャラリーの場所がなんだっけ、ウエストバンドって言われるなんかこう本当新興文化都市みたいな感じで開発されてて、これが素敵なのよ、これが。このイチゴね。そう。ディオールのお店にも今飾られてますわ。そうですね。ちょうどあそこの代官山のバンブーパビリオンの壁面を東さんのアクリルのフラワーが一面を飾ってますね。あと多分このバルタリウムシリーズもね。あるよね。はい。素敵なみかんもなってますね。これがもうなんかこの中になんか新しいなんかもう植生のものがこう生態系がミックスされてる不思議な箱庭です。まさに箱庭です。
で、これもね、成長するんだって。あ、こっから生えてくるんですか？コンクリートにやったそうですね。で、うん。ここがウエストバンドの、うんアートフェアのうん会場のサテライト会場の一つうん。にちょっと入って、まあ、この日はまだプレビューの日だったので、人はほとんどいなかったんですけど、で、ちょっと私が編み物アートにこトライしういうちょっと、はい、参加型のね、参加型。なんかちょっとみ自分んなが編み継いでいく。そう多分そうだと思います。最終的にはなんかそういう感じで、なんか一つのアートにしましょうよ的な参加型。結構広いんですか、ここ？ここめちゃくちゃ広いよ、この倉庫。船の倉庫かなんかだったかな。なんかもともと造船のなんか倉庫なんじゃないかって思うぐらい大きかった。正確なことは分からない。そしてその向かいにあるウエストバンドで、これはなんだっけ、ポンピドゥのなんか上海支局みたいななんかそんな感じでできてるウエストバンドの現代美術館なんですけど、まあちょうど古草展的な、なんか古草とそのなんちゃ界隈みたいな展示をやってみて、でこれはなんかそういうもともとのタンクをアートにギャラリーに改装したその名もタンクという名の場所でしたけど、このなんかワッシャワシャともっしゃもしゃとしたとこにこうなんかフォトスポットなのでめっちゃみんなアート興味ないし的な人が写真を撮ってました。映えスポットです。これは最寄り駅ですね、我らの。そうですね。人民公園のもう真向かいなんですね、我々の。この地下鉄を使ってないから今一つよくわからないという。タクシー以外の移動手段を全く思い浮かばない。これカニ。これ豚。これ超高級レストランで。そして夜。はい、その食事終わった後の、ちょっと。コロンビアサークル、ちょっとなかなか素敵なところでした。これをなんか前日にどこ明日は行くかっていうことを唐突に決め、プールのある場所に行こうって言って、まあちょっとこの後出てくるんですけどね。まあ行き当たりばったりの再開発のちょっとおしゃれ。そうで、このバスフィールってところなかなか良かったんですね。どこだっけ？雲南だかに本店、雲南県省どこだかがに本店があって、上海はここだけって言ってたけど、ちょっと分かんない。ちょっとイソップ的な中国的な。でもお風呂に割と特化してましたね、バスに。そうだね。ボディショップ？バスフィールってくらいだから。ここは全く入ってないけど、ただ覗きに行っただけのカフェで、ここでちょっと我らはちょっともう疲れちゃったから、チャースッカってことでチャーしてまして、まあこれはなんか水のオブジェが面白いから撮っただけっていう、多分それだけです。そういうことだね。でもここからが本番っていうか目玉？だからコロンビアサークルに行こうと決めたものは、このこのプールが素敵な映えじゃないっていうので、ここに行こうと思ったわけですね。映えですね、めちゃくちゃ。はい、映えです。だから、このプール側の席大人気。これもなんか勝手に入ってもいないカフェを、なんとなく視察ってる。ひたすら視察してました。で、アペロとともに、アペロールとともに。いいですね、素敵な。はい。で、タクシーで行く道中。で、なんだっけ、このお店の名前なんだっけ？トゥーサマー。そう、トゥーサマー。っていうのがいけてるっていう情報をつけ、
現地の若者から若い女子の情報を見つけ、ならば行ってみっかって思って行ったのがここ。これは何屋さんですか？なんでまあ香りなんかタンバリン的な、タンバリン的な感じだけど、もっとなんかすごい、アート&サイエンス的な雰囲気です。なんかスタッフの服装は。で、まあ、基本的には香りと、ちょっとこういうなんか、上はギャラリーで、すごいちょっとそういう館を改装した素敵な香水屋というか感じね。で、ここがなんか、なんだっけ、薬膳アイスみたいな。そうそう、通り過ぎて食べたいわけじゃなかったんだけど、なんかちょっと薬膳のアイスとか、珍しくないってことで、何を頼んだか覚えてないけど、なんか薬膳感のあるものを頼んだ気がします。で、バイクがすごいよという感じで、ここは4つ取ってますね。そしてこれはあれですよね。例のいっぱい木が生えているところ。木が生えているという、あそこをめがけて行って、ちょっとさったりしたっていう。これ1000本。これあれですよ。撮るのはこれの反対岸の方行って撮ると、こういう絵を撮らなきゃいけなかった。そう、これだ、なんか川があって、川の反対側行くと撮れるから、中入ると、ね、もうその情報はもう中途半端な情報を元に行ってしまったがためのこのなんか中入るとちょっとイオンモールっぽいよっていう。でなんかアートがね点在していてね。でも中に入ってたコーヒーは美味しかったよ。イケメンの名前が出てこないんだけど。麻布台ヒルズの建築家のあの人ですよね。アラビカじゃないよ。違う、建築、麻布台ヒルズ同じ。ごめんなさい、違う話を言うの。そうだよね。建築家の話じゃなくて、中のコーヒーが美味しかったっていう、ただそれだけの話。でも建築家はそれと一緒なんだ。そう、だから麻布台ヒルズと天井とかのやつが出てだから似てるのか、麻布台ヒルズと雰囲気似てんなと思ったんだよね。その建物から木が生えてる感じとかが。同じ方が。そしてここにまた街に戻ってきた感じですね。まあちょっとしつこいようだけど、ポップマートをちょっと攻めてみるかっていうなんかしつこい気持ちが中に芽生えちゃったんだよね。そうでそれでポップマートを目指したわけなんですけど、まあちょっと人混みがすごくて、もうなんか結局何が買えるのか教えてよみたいなぐらい、何が買えるのかがよくわからないまま、でよくわからないまま何か盛り上がってるものをなんか手に取ってみたみたいな。やっぱでもこれがダース買いする大人が、まあ子供のために大人がダース買いするっていうのはまあわかる気がしましたね。何が入ってるかわかんないから。ではホテルに戻ってきた。そうですね。上が丸いんですよ。泊まってたホテルが。なので、せっかくだからこの丸いところに入ろうではないかっていうことで、最後入りましたね。生でね、音楽とか歌ってくれてて、もう早いな。はい、お買い物紹介。説明が多いっちゃうわ。お土産のお茶、これ大好きなポメロ。で、これバスフィールで買った入浴剤とか、バスグッズですね。これ入浴剤1、2、3。なんか紅茶っていうかお茶的な入浴剤なんですか？あれ？全然。あれなかったっけ？よくある薬草油だよ。そうよね。なるほど。よくある。漢方のディフューザーを買って、いろいろ買ったのね、そのトゥーサマーで。なんかめちゃくちゃ買ってましたよね。勢い余って。ポップマートで買って息子に買ったお土産はいらないって言われました。そしてこれは意外に可愛いから使ってると。
そうそう、これ意外と可愛くて気に入ってます。ズートピアコラボみたいです。で、これがカニさんの。はい。まあ、私は入浴剤好きなんでね。入浴剤買ってる。入浴剤を使ってるわけなんですけど、まあ本当はオイルが欲しかったけど、入浴剤のオイルは売り切れてる。これはもう、えりすぐりの1本しか買ってません。で、私、コーヒーやっぱ好きなんだけど、なんか、雲南のコーヒーが今ね、ちゃんとこう、自給自足してるっぽいのでね、雲南のコーヒーを2種類ぐらい買い、これだから、ちょっとサードウェーブ系な感じのこう、コーヒーを3種類買ってですね、私。で、あとはまあちょっと買ったけど、今一つ。で、これはホテルの朝食です。はい、帰ります。早くも帰ります。ダイジェストで帰ります。で、これなんだっけ？リニアモーターに乗るかって思って乗ったけど、新幹線とほぼ変わらなくて、あれってちょっと若干肩透かしを食らった感じです。乗ってる時間もあっという間みたいな。で、あっという間に空港に着いちゃったみたいな。以上。ですね。で、これで2泊ですか？2泊3日 ?3 泊4日。3泊4日か。3泊4日。そうだよね。でも、エアポートもね、モダンな感じで。あれ、3泊はい。まあ、なんでね、ちょっと。出れなかったカニとかね。はい。はい、お疲れちゃんで感じで。上海旅終了系。はい。